こんにちは。今日は半袖のカーディガンを作っていきます。肩や脇を縫い合わせる必要がないので簡単です。最初に鎖を編んで、そこから続けて編んでいくだけのとても楽しい編み方です。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのフラッフィー。色はホワイト。35g で約107メートル。使用かぎ針の目安は7号。材質はアクリル。この糸を使って編んでいきます。この糸はこんな感じで少し起毛していて柔らかな手触りになっています。太さは2ミリぐらいに見えます。針は8号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。最初に編む鎖の数について、私は女性ものの L サイズで、今回鎖を42。この鎖の4点にマーカーをつけて、こんな感じで編んでいきます。そうするとカーディガンの形になります。で、このバランスは4点にマーカーをつけて、このマーカーのところで広がるように編んでいきます。こことここの鎖の数のバランスは、私はここを12、こっちも12、ここは18。こんなバランスにしました。このマーカーの付け方は、まずこの鎖の端、ここにマーカーをつけます。こっちも同じ。端にマーカーをつけます。で、マーカーからマーカーを含めて数えます。マーカーのところから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12個目にマーカー。で、こっちも同じ。マーカーを含めて数えていきます。ここが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。で、これで12。で、この部分はマーカーの次から数えます。マーカーは含めずに次から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。マーカーを含めないで間が18。で、こんなバランスで決めたときには、最初に編む鎖の数は12足す12足す18で、最初に編む鎖の数は42、鎖42。これは女性ものの L サイズ、だいたい L サイズ。これよりももっと小柄な方は、この鎖の数を少し減らしていきます。ここでも減らして、ここも同じ数。11とか10とか。で、ここも少しだけ減らします。
大体で同じバランスになるように減らします。逆にゆったりサイズにしたいときには鎖の数を少し増やしていきます。できれば同じぐらいのバランスにします。違う糸で編むときにも同じです。だいたいこれぐらいがいいかと思います。その計算の仕方は今と同じ。この鎖からこのマーカーまでこの数を足してこの数を足して最後にこの部分のマーカーの間この数を足すと最初に編む鎖の数になります。マーカーは含めずに数えます。で全部を足して最初に編む鎖の数。こんな感じで計算します。でこの4点で広がるように編んでいきます。まず鎖を編んでいきます。この鎖は少しだけゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。長編みをしていきます。まず大きな鎖一つ、根元に長編み、表でも裏でも大丈夫です。私は裏に長編み、このマーカーのところ、これが一つ目の長編み。普段は鎖3つで最初の長編みの代わりにするんですが、今回はこれが最初の長編みの代わり。あと2つ長編みをします。2、3。これで1つに長編み3つ。3つの真ん中にマーカーをつけます。これからこのマーカーのところに長編み3つ、次も3つ、端にも3つ編んでいきます。次からは1つに1つずつ普通の長編み、マーカーのところまで来ました。マーカーのところには長編み3つ、1、2、3、これで3つ。真ん中にマーカー。次からは1つに1つずつ普通の長編み。こんな感じのカードになります。次のマーカーでも長編み3つで、また1つに1つ、端には長編み3つ編んでいきます。端まで編んできました。最後の鎖には長編み3つ、3つのうちの真ん中にはマーカーをつけています。2段目を編んでいきます。2段目もマーカーのところで3つにします。まず糸の出ているところからさっきと同じ大きな鎖1つ裏返します。根元の長編みに長編み、
これで長編みに長編み。次はこのマーカーのところ。マーカーのところでは3つ。まず1、2、3、3つのうちの真ん中にマーカーをつけます。次から1つに1つずつ。1段目と同じです。次のマーカーのところ。ここもマーカーのところに3つ。次からは1つに1つずつ。次も3つ。で、1つに1つずつ。ここまで編んでいきます。2段目の端まで来ました。今、マーカーの手前。マーカーのところには長編み3つ。まず1つ目。2つ目。3つ目。3つの真ん中にマーカーで、最後はここに長編み1つ、ここには長編み2つにします。ここには3つ、最後は2つ。この2本の糸の下、1、これで端の長編みに2つ。次は3段目。また大きな鎖1つ、裏返して長編み。この段の終わりは長編み2つ。段の始めは長編み1つで編んでいきます。終わりは2つ。1つに1つ編んでいきます。マーカーのところは3つ。1、2、3。これで3つ。次から1つに1つずつ。このまま1つに1つずつ。マーカーのところでは3つ。1つずつ3つ。1つずつ3つ。ここまで編んでいきます。3段目の端まで来ました。マーカーのところに長編み3つ。今までと同じです。1、2、3。次は1つに1つ。ここには1つの長編み。端は2つ。1、2、これで2つ。
段の終わりは2つ、段の始まりは1つ。鎖1つと長編みに長編み、ここは1つ、次からも1つ、でマーカーのところは3つ、次も同じ3つ3つと編んで、段の終わりは端の長編みに2つ、裏返して始まりは1つでまた1つと編んでいきます。これを繰り返してしばらく編んでいきます。16段編んできました。長さは22センチ。最後は偶数段にします。で、この長さは整えておいて、この角がちょっと重なるぐらい、これぐらいにします。重なるぐらいまで編んで、それとここが袖ぐりになります。このマーカーとマーカーを2、3センチでつないで、ここが袖ぐりなので、この部分を肩にかけてみて、脇の下でこのマーカーとマーカーがちょっとくっつくか、ちょっと重なるか、きつくないかを確認します。鎖であと2、3センチ増やして、それが袖ぐりの広さになります。もしきついようであれば、あと何周かプラスして編んでいきます。その場合も偶数段にします。これで大丈夫だったら、次は鎖でつないで袖ぐりを作ります。上下を逆にします。で今で表と裏を確認します。最初の長編みが表の方が表、こっちが表の面になります。こっちは裏で内側になります。で切る時の状態に整えて、で角にはマーカーがついています。でこことここをつないで、こことここをつなぎます。でこっちはピンクのまま、こっちとこっちをつなぐので、分かりやすいように色を変えてマーカーをつけます。それぞれ3つの真ん中で、こっちとこっち、こっちとこっちとつなげます。で今糸が出ているんですが、これは切らずに休めておきます。新しい糸を持ってきます。どちら側からでも大丈夫です。私はこのピンクの方からつなげます。まずこっちが背中の方、こっちは胸の方、こことここをつなげます。新しい糸、この角の長編み3つの真ん中、マーカーのついているところ、ここに針を入れて糸を出します。でこの時この糸端を少し長めに残しておきます。15センチから20センチぐらい残しておきます。同じところ糸を出して鎖を5つ、1、2、3、4、5、これで鎖5
ここ、次のマーカーのところ、この袖ぐりをたどって次のマーカー、表から針を入れます。3つの真ん中で糸を引き出して、もう一回引き出してつながりました。鎖一つを編むようにして結びます。ここも15センチから20センチぐらい残して切ります。で、糸を抜いてギュッと引き締めます。これでつながりました。ここで腕を通してみて、もしきつかったらもう少し鎖を増やしても大丈夫です。鎖の数に制限はありません。次は反対側、こっちも同じです。今度は胸の方から針を入れて、1、2、3、4、5たどって次のマーカー、表から針を入れます。引き抜いて鎖一つ、これでつながりました。次は元の糸に戻ります。今内側の端から糸が出ています。鎖一つ裏返して表から長編み、次もこれからは長編み3つのマーカーがないので、ずっと一つに一つずつ長編みをしていきます。ここまで編んでいきます。鎖の手前まで来ました。まずこの鎖の出ているところ、ここに長編みをします。次は鎖が5つあるので長編みを5つ、この鎖の上が2本で下は1本、この位置に針を入れて長編み、次もこれが5つ目、5つの鎖の上に5つの長編み、次はこの鎖をつないだところ、ここに長編み1つ、この3つの真ん中、それとこの糸端はこのまま置いておきます。後で使います。これからまた一つに一つずつ、このまま一つに一つずつ、この次の鎖、この上にもまずこの3つの真ん中、次はここ、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 ここで、この3つの真ん中、次から1つずつ、こ
ここまで編んでいきます。反対側の端まで来ました。端の長編みに長編み1つ、この斜めに編んできたところは端を2つにしたんですが、これからは1つに1つでまっすぐ編んでいきます。次からもまっすぐ編んでいきます。鎖1つと裏返して1つに1つの長編み、このままずっと1つに1つの長編み、端まで編んでまた裏返して編んでいきます。このまま好みの長さになるまで編んでいきます。鎖でつないだところから測って27センチ編んできました。段数は17段。最後は長編みが表になっています。この長さはお好みで大丈夫です。ずっと長くしても可愛いと思います。次は縁を編んでいきます。この周りを細編みで一周していきます。今糸が出ているところ、ここからスタートします。今表が上の状態です。糸が出ているところから続けて編んでいきます。まず鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目。次はこの長編みの隣、これで細編み2つ、次からも長編み、この長編み1つに細編み2つ、次も2つ2つと編んでいきます。この細編みはあまりきつくならないように編んでいきます。少しゆったりと編んでいきます。このまま細編みを続けます。斜めのところでも2つ2つと編んでいきます。ずっと同じように細編みをしてここまで編んでいきます。この1つに3つ入れた手前まで編んでいきます。長編み3つ編んだところの手前まで来ました。ここは最初の糸足が出ています。ここに長編み3つ、次の細編みはこの長編みに2つ、次はこの糸の出ている鎖、次はその隣と編んでいきます。まずこの長編み、1、2、次はこの糸足の出ているところ、細編み、次は隣、1つの長編みに1つずつで、この糸足は編みくるんでも大丈夫です。こんな感じになります。この次の長編み3つ編んだところまで細編みをしていきます。次の長編み3つ編んだところまで来ました。次はこの3つのところをスキップします。ここに細編み、スキップして次に細編み、
こことここに細編みをします。まずこの手前、細編みスキップして次、こんな感じになります。次からまた一つに一つずつ、このまま一つに一つずつ、ここでまたここに細編みスキップ細編みと編んでいきます。で、次の長編み3つ編んだところ、ここはさっきと同じで、ここに1つ、この長編みに2つと編んでいきます。で、次からも2つ2つ2つと編んでいきます。この角まで編んでいきます。この角からスタートして反対側の角まで来ました。この角ではこの長編みに細編み2つ、次はこの長編みの上、ここと編んでいきます。それ以降は一つずつ。まずこの長編みの横、1、もう一つ、2、この長編みの上のところ、ここからは一つずつ、こんな感じの角にしました。このまま一つに一つずつ、ずっと裾を編んでいって、でスタートしたところまでぐるっと編んでいきます。スタートしたところまで来ました。最後の細編みはこの端の長編みの上、この2本の糸の下、ここに最後の細編み、最初の細編みに引き抜きます。これで角ができました。次は鎖で縁編みをしていきます。まず鎖1つ、根元に細編み、次は鎖2つ、1、2、足元1つ飛ばして2つ目に細編み、鎖2つ、1つ飛ばして2つ目、これを続けていきます。で、この鎖はあまり緩くならない方が綺麗にできると思います。ちょっときつめの方がいいと思います。このまま続けて編んでいきます。この3つのところも同じ。1つ飛ばして2つ目に細編み。全部同じように編んでいきます。縁編みで1周してきました。最後も鎖2つ。最初の細編みに引き抜きます。
鎖一つを編むようにして糸を結んで引き抜いて引き締めて、これを針で始末します。裏で目立たないように、ほどけないように隠します。最後にこの袖の縁を同じように編んでいきます。ここと同じようにまず細編み、次にこの鎖の縁飾り、袖ぐりの下の方から始めます。真ん中ぐらい新しい糸、細編みをしていきます。鎖一つ細編みをしていきます。これが一つ目の細編み。次も細編み、この長編みの上、次も細編みで、角はスキップ、細編みスキップ細編み、ここを飛ばしてこれでカーブができました。次からも一つずつ一つの長編みに一つずつ細編みをしていきます。でこれで一周します。でここまで来たら最初の細編みに引き抜いて鎖一つ細編みで、鎖二つこっちと同じように編んでいきます。こんな感じで鎖二つ細編み、鎖二つ細編みで一周して縁を完成させます。鎖でつないだ時の長い糸端、これを使ってこの長編み3つ編んだところ、表から見るとこの部分、ここは穴が広がってしまいがちなので、さっきの糸端を使って補強しておきます。これでしっかりとしました。こっちも同じようにこの部分とか目立つところを補強します。これで出来上がりました。袖ぐりの下の部分には鎖5つ分で余裕分を作っています。肩が動かしやすくて着心地がとても楽ちんです。重さは 170g ととても軽くて、ちょっと羽織りたい時にとても便利だと思います。ずっと長くしても可愛いと思います。
サイズを測りました。上から下まで55センチ、横幅50センチ、この斜めの部分は28センチ、そこから裾までも28センチ、この部分は16センチ、広めになっています。使った糸の重さは 170g。最後までご視聴ありがとうございました。